皆さんこんにちは。フラメンコギタリストの石井かなおです。今回はゴルペ奏法について解説していこうと思っております。早速なんですけど、こんなテクニックです。こんな感じで演奏しながらギターのボディを叩くっていうテクニックなんですけど、最近のアコースティックギターとかこういうもうパーカッシブな奏法がめちゃくちゃ進化してるじゃないですか。それの走りと言っていいようなテクニックかもしれないですね。でアコギのパーカッシブ奏法は短い歴史の中でものすごい進化したんですけど、フラメンコギターにおけるこのゴルペ奏法っていうのはあんまり進化してないんですよ。割と原始的な形に近いものが残ってるし、大事にされてる。フラメンコってパルマとかカスタネットとかカホンとか足音とかその他の周辺のパーカッション的な要素がたくさんあるんで、このゴルペをそこまで進化させる必要がなかったのかもしれない。フラメンコギターって伴奏の役割が多いので、フラメンコ独特のリズムのサイクル、コンパスっていうんですけど、そのコンパスに合わせてこのゴルペを入れる位置がちゃんと決まってるんですね。なんでこのゴルペっていうのは効果音的じゃなくてフラメンコの音楽の構造に組み込まれたテクニックだからこそ、この動画を見てくださった他のジャンルのギタリストとかが劇的に斬新な進化をさせてほしいなとか思ったりとかもするんですけど、ゴルペ奏法のゴルペっていうのはそのまま叩くっていう意味なんですけど、フラメンコギター的にはゴルペっていうとアコギでいうとこのピックガードの部分を叩くテクニックだけを指します。ここですね。ここの下の部分でテクニックの解説をしていこうと思うんですけど、まずは何の工夫もせずに叩いてみてもらって OK なんですけど、薬指1本もしくは中指と薬指を一緒にして叩きます。これどっちも OK で時と場合によって使い分けます。なんで音量が欲しい場合は2本で、弦からあんまり遠い位置を狙わずに1弦の1センチ下ぐらいを目安にするのがいいんじゃないかと思います。例えばパソコンのキーボードでいう親指をスペースキーに置いた時に O とか P の位置ですねぐらいの感覚で、こうやって手首を振りかぶらずにこの第三関節を起点にして叩きます。ここですね。以前ピカードっていう早弾きのテクニックの動画を出したんですけど、実はそのピカードとほぼ同じテクニックです。なんで弦の上でこの叩く動作をやるとピカードになります。さらに細かく言うと、爪だけで叩く場合と爪と指の腹を両方同時に当てる場合と指の腹のみを当てる場合があるんですけど、これもさっきの薬指1本か2本かっていうのと同じで時と場合で使い分けます。繊細な曲を弾くときは爪のみで、がっつりリズムを出したいときは腹のみでとか、指を立てる角度に応じてコントロールできるので、昔フアン・ディエゴっていう有名なギタリストに習った時に何を置いてもゴルペがうるさいって言われたことがあって、正直結構目から鱗だったんですけど、やっぱり上手い人の演奏を聞くと音色を使い分けてるんですよね。バカみたいに毎回同じ音量同じ強さでむやみにピチ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 叩いてるわけじゃない。エレガントなテクニックです。フラメンコってエレガントな文化なのでバチバチ叩いちゃダメなわけじゃないんですけど、文脈というかその前後の音楽によってゴルペの音色に必然性がないといけないんですよ。実際の演奏の中で使う場合はいろいろやってるように見えるんですけど、親指と組み合わせるパターンもしくは人差し指と組み合わせるパターンの2種類しかありません。だから単純に叩くっていう動作を練習するんじゃなくて、実際は親指と人差し指のコンビネーションを練習した方がいいです。まず親指のパターンは A パターン、全部の弦を振り抜くと同時に叩く、6弦から1弦まで。 B パターン、1つの弦を弾くと同時に叩く。 C パターンは弾き終えた後に叩く。コツとしては正面から見た時に手の甲の高さをあんまり変えないようにするんですよね。親指を弾くっていうことよりも叩くっていうことを意識のメインに据えます。なので親指は手の甲を変えないで動く、可動域で動かさなきゃいけない。エレキでもアコギでもピック弾きの人って薬指をボディに置いて支えたり小指をボディに置いて支えたりするじゃないですか。
それと同じようにこう支えるために置こうとした指が鳴っちゃったみたいなイメージで OK だと思うんですよ。だから叩いてる指の動きと弦を弾いてる指の動きが質がちょっと違うんですよね。薬指は支えに行く、親指はフリーに動く。例えば小説家とかが机の上にある気に入らない原稿をくしゃって潰す時の動作と似てるかもしれない。中指薬指は握り込む、で親指は机に沿ってこう水平に動く。で人差し指とのコンビネーションのパターンは3パターンこれもあります。 A パターン、振り下ろした後に叩く。 B パターン、振り上げた後に叩く。 C パターン、振り下ろすと同時に叩く。6弦の上か、もしくはボディ上、6弦の上が多いですねに親指を置いた状態でやります。まず叩くっていう動作だけやってみましょう。次は叩かずに人差し指の運動だけ。左手は弦を軽く押さえてミュートしてます。次は叩かずに人差し指の上下運動だけしてみましょう。この時の動きは例えば机の上にある消しゴムをポンって飛ばすような動き。親指の付け根に軽く引っ掛けてます。人差し指もコツがあって、最初から全部の弦を鳴らそうとしなくて OK です。振り下ろす時は543だけ狙って、振り上げる時は123弦だけ狙うんですね。そうしたらまず A パターンですね。振り下ろした後に叩く。パソコンのキーボードを忘れないでください。弦の近くを狙います。今度は B パターン、振り上げた後に叩く。一番難しいのは C パターンの振り下ろすと同時に叩くテクニックなんですけど、これに関しては最初ドアノブ回すような感じで回転の動作を加えて練習してみてもいいですね。こんな感じでちょっと振りかぶって人差し指の音が鳴らなくても叩ければまず OK。 この振りかぶる動作もやってもいいしやらなくてもいい。これもテクニックです。空間があるようなフレーズの時はやってもいい。細かいフレーズの時は指だけとか。使い分けてます。一応今まで叩くって言ってきましたけど、この音って爪でも指の腹でも実はギターの音の中ですごい抜けてくる音なんで、基本叩くっていうイメージよりも置くっていうぐらいの力加減の方がバランスがいいです。強く叩くと、特に爪の先だけで叩くようなパターンの時はめちゃくちゃ割れやすいんで、これを使って弾いていくんですけど、最初の方で説明したようにフラメンコの曲のサイクルに合わせて叩く場所と手順が決まってます。アレグリアスっていう曲だとこうだったりとか、ファンダンゴでウエルバとかだとこうだったりとか、それだとこうだったりとか、全部割と決まってます。なんでフラメンコギターやりたい人はその手順を覚えればいいっていう話で、伴奏の時とかはこのゴルペを打つっていうことで、いわゆるアクセントと言われる場所にリズムのくさびを打っていくっていう役割もあります。ストレアとかだとみたいにゴルペ一発でリズムの枠を表現したり、さっきも言ったようにすごい音が抜けてくるので、これだけで十分なんですよ。副産物的にこういう4拍子のとか、人差し指とゴルペしか使ってないんですけど、この延長でもっと難しいことできそうな感じもするんですけど、やっぱりフラメンコではあんまり開発されてない感じですね。もう一つ上にもゴルペ板が貼ってあるんですけど、この上を叩くっていうゴルペ奏法もあります。人差し指か中指でストロークするついでに上を叩く、叩いて振り抜く。こっちは別に中指人差し指使い分けはしてないです。使いどころが限られてるので、例えば曲の締めフレーズとかみたいなところで使います。あとは番外編でジプシールンバ奏法っていうジャンルがあって、その中で親指で上のゴルペ板を叩く方法っていうのが出てきます。 YouTube でルーカス・ヒターノ・ファミリーっていうギタリストがアルル・ロマンスっていうめ
ちゃくちゃかっこいい演奏があって、人差し指とか中指薬指を振り下ろす時に親指で上のゴルベ板を叩くんですよ。スラップ奏法みたいな感じで。参考までに手順を紹介しておくと、まず親指でベース音を押す。で、人差し指アップ、人差し指ダウン、薬指中指と同時に親指を叩きます。で、ゴルペ、人差し指アップ、薬指中指と同時に親指を叩く。人差し指アップ。ただこのテクニックはフラメンコギタリストっていうカテゴリーのギタリストは決して使わないです。ジプシーキングスとかそういうジプシールンバっていうジャンルのギタリストのオリジナルテクニック、フラメンコに取り入れればいいのにって思うんですけど、面白いことに誰もやらない。最後になりますが、僕もいろんなスペイン人に習ってきたんですけど、このゴルペ奏法って実は誰もあんまり粒立てて教えてくれないんですよ。割とみんな意識の外にあるというか、このフレーズのここで叩くんだよとかって誰も教えてくれない。で、こっちからここってゴルペと一緒に叩くのとかって聞くと、今叩いてたみたいな反応なんですよ。だから当たり前のようにセットになってるので、下ろした時にはゴルペが自然となるし、人差し指とはもう連動して動くものだし、本当にさっき言ったようにピック弾きのギタリストがここで支えてるような感覚の延長で、かなり自然なものだとは思うんですよね、動作として。フラメンコのジャンルだともう完全に手順の中に組み込まれてるので、慣れてくると無意識で打てるようになってきます。といったところで今回はゴルペ奏法の紹介をしてみました。このチャンネルではフラメンコギター、フラメンコに関することをフラメンコご存じない方にも分かりやすくご紹介していきたいなと思っておりますので、もしお気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントぜひお待ちしております。今回も最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。